こんにちは、大輔です。10月下旬の入国制限緩和シリーズ。今回がなんと第10回目になりました。目まぐるしく変化する世界各国の状況。本日のラインナップはこれまでで一番盛りだくさんかもしれません。こちらです。1、トラベルバブルの形成が進むアジア。2、再感染増が危ぶまれるも往来キープ、欧州。3、週ごとに隔離義務の有無が異なる欧米。4、アフリカ・ロシア渡航再開の動きあり。5、全世界の緩和を進める日本政府ということで、最後にですね、渡航レベルの引き下げだとか、帰国後の隔離解除、外国人観光客の受け入れのめど等をお話ししていきたいと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外期待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、アジアトラベルバブルの形成進むというお話ですが、日本政府が各国と交渉を進めるレジデンストラック、ビジネストラックの状況を見ていきましょう。まずは長期出張者向けのレジデンストラックですが、これらの国で相互に開始されているというふうに外務省からの発表があります。タイとベトナムが7月に開始済み、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポールが9月に開始済み、そして最近新たに開始されたのがブルネイと韓国ですね。10月8日に開始されたということです。次に短期出張者向けのビジネストラックですね。9月に開始されたシンガポールに続きまして、10月にはなんと韓国が開始になりました。韓国については過去に何度か渡航制限緩和の開始めどについて動画化をしておりまして、政治的状況からもね、心配をされる視聴者さんが多い状況だったんですが、アジア圏の中では比較的早い段階で往来再開がなされているように見えます。周辺国それぞれでも緩和の動きが見えますので、状況をアップデートしていきたいと思います。まずこちらの動画でお伝えしていたタイで始まる観光ビザですね。10月初旬の申し込み、各国からの合計が1615名だったようでして、当初はですね、10月8日が初回便として予定されたようなんですが、行政手続きの関係で延期となっていて、それでもね、なんとか10月20日が第1便ということで、タイの観光省が予定をされているということなんですね。そしてチャンギ国際空港をアジアのハブとして持つシンガポールも緩和が進んでいる国の一つなんですね。すでにベトナム、ブルネイ、ニュージーランド、オーストラリアを対象とした渡航者についてはですね、隔離制限なしでのシンガポール入国、こちら可能になっています。隔離を必要しないという点では、オセアニアでも動きが出ているんですね。オーストラリアがニュージーランドからの観光客の受け入れを実施するというですね、オーストラリア政府筋からの情報が出ております。一部の州に限定されるということなんですが、入国に伴う14日間の隔離措置が撤廃される形での緩和とのことなので、オーストラリアね、これ大きな前進というふうに見えますよね。それでは次行きましょう。2、欧州再感染増が危ぶまれるも往来キープということですけども、世界的に見ても渡航制限の解除が特に進んでいる地域ということで、人口1000万人以上いる国を挙げていきたいと思います。イギリス、フランス、スペイン、ルーマニア、オランダ、チェコ、ギリシャ、スウェーデン、ポーランド、ポルトガル、ウクライナ、そして今回はここにベルギーが加わります。ベルギー大使館から9月25日付で事前 PCR 検査ですとか入国後の隔離がない形で日本からの旅行制限が撤廃されるという旨発表されておりました。欧州に関してはほとんどの国で渡航制限が解除されていると見ていいんじゃないでしょうか。あとイタリアについては入国後の14日間隔離への制約が義務付けられていますけども、入国自体は相変わらず可能とされています。唯一人口1000万人以上の国で日本からの渡航制限が解除されていない国といえばドイツですね。こちらの動きは今後も要チェックということでいきたいと思います。欧州については一方で再感染を懸念した国内での規制強化が報じられてますので要注意です。報道を見る限り今のところ渡航制限に影響するような情報ではないんですが、9月にウクライナが一時的に渡航制限を実施した例などもありますので、欧州全体はね、
引き続き注意してウォッチをしていきたいというところになります。次行きましょう。3、米国、州ごとに隔離義務の有無が異なるというお話ですが、日本からアメリカの入国はですね、今のところ可能ということですね。パスポートとエスタを用意して渡航が可能となっております。ネットでググってみると、ラスベガス、シアトル、ロサンゼルス、サンフランシスコなどに渡航された方がですね、14日間隔離について厳密なチェックを受けることがなかったよという情報を見つけることができております。ただし皆さんここはきちんと押さえておきましょう。米国疾病予防管理センターである CDC からはですね、アメリカ全土に対して隔離の呼びかけが行われているんですね。そして州ごとにこのルールがどれだけ厳格なものかについてはひとまず日本の外務省に掲載されていました。アラスカ州、グアム、ハワイ州、ニューヨーク州、これらがですね、14日間隔離が、強制力がある、義務があるということになってまして、違反したものに対しては罰則規定ですね、罰金、禁錮があり得るという記載になっています。一方で、北マリアノ諸島、サイパンがあるとこなんかはですね、渡航前陰性証明などのルールに同意することで隔離が免除されるなんていう記載もありました。その他の州に関しては外務省のページには記載がありませんでしたので、おそらくアメリカ入国後14日間、できる限り自宅で隔離をしてくださいねという CDC から呼びかけがあるよという扱いではないかと思われます。実際に渡航される方、州からの発表内容の最新情報を常に確認するなど十分に注意をされてください。日本の外務省の情報というのは本国の発表から若干のタイムラグがあったりしますので、この点も考慮に入れていきましょう。アメリカの渡航に関する直近の情報、こちらの動画で掘り下げをしています。興味のある方はぜひご覧になってみてください。次行きましょう。4、アフリカ、ロシア、渡航再開の動きがありということですが、アフリカ大陸に触れていくことは今回初めてですよね。と言いますのも、アフリカの一部で観光客の受け入れが再開され始めていると、そんな動きがありましたので、皆さんに報告していきたいと思います。こちらの調査のきっかけをくださった視聴者さんがいらっしゃいました。巨人小笠原さん、照代森永さん、ご質問いただきありがとうございます。渡航緩和が確認できている一つ目の国としては、中東と北東アフリカの接点に位置するエジプトですね。在エジプト日本大使館の情報を参考にしますと、9月からですね、出発96時間前の PCR 検査による陰性証明を前提にエジプト入国が許可されていくということのようです。もともとは72時間前という規定だったようなんですが、日本を含む数カ国からのエジプト入りというのはトランジットを要するケースが多いという点が考慮されることによって、検査期限が96時間前という形に変更されているようです。ついでにお伝えすると、エジプトに関しては日本との間でのビザ免除措置がもともとない国ですので、ビザの取得のタイミングには注意が必要ですよね。カイロ国際空港に到着した際にビザがね、取得できるなんていう情報もあったりはするんですが、このあたりは事前に大使館ですとかエアラインにアドバイスをもらった方がベターかもしれません。渡航を計画される方、お気をつけください。次の国、南アフリカ共和国ですけども、10月から感染レベルが高い国、もしくは中程度の国を除いて渡航制限を解除していくものと発表されておりました。こちらの記載を見る限り、出発前72時間以内の PCR 検査証明を準備することによって入国ができるようになるものと理解ができます。ただしこの感染リスクに関する国のリストがですね、2週間ごとに南アフリカの政府によって見直しが入るということなので、今後日本がランクインしてしまう可能性がゼロではないということで注意をしていきたいというところですね。そしてね、ロシアについても本リストに初登場なんですね。質問くださった佐藤麻さん、ありがとうございました。グッドタイミングでしたね。と言いますのも、3月下旬から運航が原則停止されていたロシアと日本とのフライトなんですけども、11月から再開されるというニュースが入ってきております。これは10月15日付のニュースですね。モスクワ、東京間で週2往復。極東ウラジオストク、東京間で週1往復ということで、合計してですね、週あたり3往復という選択肢が出てくるということなんですね。ロシアについてもビザの取得が必要な国ですので、その際に必要不可欠な理由、こちらがね、説明できる必要があるのかもしれませんので、注意をしてみてください。ひとまずは渡航が段階的に緩和されていく見込みというふうに見ていいんじゃないでしょうか。それでは最後の話題に参りましょう。5、
全世界の緩和を進める日本政府ということで、10月に入ってからですね、様々な動きがありましたよね。日本政府、観光客入国を本格検討、来春施行へ。帰国後の2週間隔離の免除が始まります。日本政府の動きを先読み。これらについては個別の動画で深掘りをしておりますので、気になる方、この後ね、概要欄リンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。まとめるとこういう状況でした。一部報道では11月1日に感染症危険情報をレベル2に引き下げていくということで、12カ国上がっておりましたね。それが日本政府により予定されているというふうに報じられていました。緩和予定の対象国、こちらでした。韓国、シンガポール、タイ、中国、香港、マカオ、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、台湾ということですね。そして来年4月には、外国人観光客の受け入れ再開を見込んでいくという方針が報道されていました。気になる点としては、それまでの間何も緩和が進まないのかっていう点ではないでしょうか。ちょうど先日、世界全体を対象に危険情報を引き下げる方向で検討という形で外務省関係者経由の報道がありました。こちらの深掘りに関しても概要欄にリンクがありますので、ぜひどうぞ。ここから推測されることはというと、例えば年末から来年の3月にかけて外国人向けに14日間隔離を前提とした特別観光ビザを採用する可能性ですとか、日本人が渡航先から帰国した際の14日間隔離が免除されていくとかね、いくつか緩和策が限定的、そして段階的に行われていく、そんなね、可能性を感じます。トラベルバブルの形成が進むアジア、そして欧州、米国、アフリカ、全世界の渡航情報を一挙に把握ということでお話をさせていただきました。それでは皆さん、10月も下旬に差し掛かってきたということで、日本は寒い季節に入ってきてますよね。体調管理に気をつけて、良い週末をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。